皆さんこんにちは。例のポッドキャストへようこそ。今日は日本の働き方についてお話ししたいと思います。今日のテーマは、日本の会社員は年に何日休んでいるのかです。皆さんの国では1年にどれくらい休みがありますか？ 1 週間 ?2 週間それとも1ヶ月くらいまとめて休むことができますか？実は日本の会社の休みの事情は他の国から見ると少し不思議に見える部分があるかもしれないんです。今日はそのリアルな数字を見ていきましょう。まず大切な言葉を一つ覚えましょう。有給休暇です。この有給休暇という言葉、聞いたことはありますか？これは仕事を休んでもお給料がもらえる休みのことです。日本ではフルタイムで働いて半年経つと、だいたい10日間の有給休暇がもらえます。そして長く働けば働くほど増えていって、最大で1年に20日間休みがもらえるようになります。ただ、このルールは会社によって違います。例えば、皆さんが知っているような大企業、そんな企業では会社に入った1年目から20日間有給休暇がもらえるいい会社もあります。これだけ聞くと皆さんは、日本人って結構休んでいるんだなと思うかもしれませんね。でもここからが日本の面白いというか、少し大変な残念なところなんです。実は日本の会社員でこの20日間の有給休暇を全部使い切る人、つまり1年で20日間休める人、お給料をもらいながら自由に休める人はとても少ないんです。政府のデータによると、有給休暇を実際に使っている割合、これを有給休暇の取得率と言いますが、この割合はだいたい60%くらいだと言われています。このデータは2023年頃のデータです。つまり20日間休みがあっても、実際には12日くらいしか休んでいないということですね。じゃあ残っている8日間はどうなると思いますか？これも会社によってルールが違いますが、多くの場合はそのまま消えてなくなってしまいます。とてももったいないですよね。じゃあ、どうして日本人は有給休暇を全部使わないのでしょうか？私の周りの友達に聞いてみたら、こんな答えが返ってきました。周りの人が働いているのに、自分だけ休むのは申し訳ない。休んだ後に仕事がたくさん溜まっているのが怖い。上司が全然休まないから自分も休みを言い出しにくい。こういう考えを持っている友達が多かったです。実際に私もこれまで有給休暇を1年で全部使い切ったことはありません。特に働き始めて1年目は半分も使うことができませんでした。私は今会社員として働いていますが、大学を出てすぐは日本の高校で先生として働いていました。その時、私の周りで有給休暇を全部使っている先生は一人もいませんでした。皆さんの国はどうですか？あなたは有給休暇を全部使っていますか？また、
あなたが学生だった時、先生はたくさん休んでいましたか？でも、最近の日本は少しずつ変わってきています。特に大きなきっかけになったのは、働き方改革という新しいルールができたことです。2019年に会社は社員に対して1年に最低5日間は必ず有給休暇を使わせなければならないという法律が決まりました。もし会社が社員を休ませなかったら、会社が罰を受けることになったんです。これによって休みを取りたいけど言い出しにくいと悩んでいた人たちも堂々と休めるようになりました。少しずつですが、休むのは当たり前という考え方が日本の会社にも広がってきているんですね。そして日本には有給休暇とは別に大型連休というものがあります。日本によく旅行に来ている人は知っているかもしれませんね。代表的なのは5月のゴールデンウィーク、8月のお盆、そして12月から1月にかけての年末年始です。この時期は日本中の会社が一斉に休みになります。だから自分だけ休むのは申し訳ないという罪悪感を感じずに、みんな安心して休めるんです。実はゴールデンウィークなどに有給休暇を組み合わせて10連休、10日間の休みにする人も増えています。北海道や沖縄などのちょっと遠い観光地や海外へ旅行へ行く人も増えて、空港や駅がとても賑やかになります。では、実際に長い休みを取った日本の会社員は何をしているのでしょうか。多くの人は家族や友人と旅行に行ったり、家でゆっくり過ごしたりします。好きなアーティストのライブに行ったり、家で好きなアニメを見たりする推し活というのをする人も多いですね。また、ここ最近人気になってきた休みの過ごし方に、ホカンスというものもあります。これはホテルとバカンスを組み合わせた言葉で、遠くへ行かずに近くの素敵なホテルに泊まって美味しいものを食べたり、ラウンジでゆっくりしたりすることです。特にホテルに泊まっている人専用のクラブラウンジがあるホテルは人気ですね。静かな場所でコーヒーを飲んだり、夜は夜景を見ながらお酒を飲んだり、いろんなところへ行って忙しく遊ぶのではなく、ゆっくりとした何もしない時間を楽しむ過ごし方をする人が増えているみたいです。私も以前、香港へ行った時にホテルのラウンジを利用したことがあるのですが、何もしない贅沢な時間は最高のリフレッシュになりました。これを聞いてくださっている皆さんは、外で忙しくアクティブに動く休み方と、ホテルでゆっくりする休み方のどちらが好きですか？さて、ここまで日本の会社員の休みについて話してきました。皆さんは今日の話を聞いて何かびっくりしたことや気になったことはありましたか？また、休むことについて皆さんはどう思いますか？私は休むことは次の仕事を頑張るための大切な準備だと思っています。しっかり休んで好きなことをしてリフレッシュする。そうすることで
また新しい気持ちで仕事に向き合えるはずです。無理をして働き続けるよりも、メリハリをつけて働く方がきっといい仕事ができますよね。では最後に皆さんに質問です。もしあなたが明日から1週間だけですよ。1週間自由に休めるとしたら何をしたいですか？ぜひコメント欄で教えてください。また、皆さんの国では有給休暇を全部使うのは普通のことですか？休むときに周りの人に申し訳ないな、悪いな、と思う気持ちはありますか？こちらもぜひコメント欄で教えてください。最後まで聞いてくださってありがとうございました。今日は日本の会社員の休みについて、日本の会社員は年にどれくらい休んでいるのかというテーマでお話をしました。このチャンネルが気に入ってくださったら、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。